さあ、今回ですね、視聴者の方から送っていただきました投稿怪談。はい、紹介していきたいと思います。本当にいつも皆さんたくさん送っていただきましてありがとうございます。こちら概要欄の方に、このチャンネルの、メールアドレスが貼り付けてあります。ぜひね、こちらの方に不思議体験した方、怪談係と書いてですね、体験談送っていただきたいと思います。紹介させていただいた方にはですね、またそちらの方に連絡先送っていただきますと、番組のですね、オリジナルの2枚組のステッカー、悪霊退散ステッカーと開運ステッカーセットでお送りいたしますので、ぜひね、皆さん振るって、たくさん怪談送っていただければと思います。お願いいたします。さあ、今回ですね、ママッチさん、たくさん怪談の方を送っていただきましてありがとうございます。で、どれも素晴らしい怪談あったんですけども、今回はこのママッチさん特集といたしまして、その中から厳選をしまして、3つの怪談話をご紹介していきたいと思います。タイトルが、綺麗な女性。2つ目が、母の金縛り。そして3つ目がですね、憑依というお話になります。どれもね、興味深い話です。ぜひ皆さん、一緒にね、聞いてください。さあ、ではご紹介させていただきます。ペンネーム、ママッチさんの体験談です。はじめまして、いつも楽しくお怪談巡りを拝見しており、時々コメントもさせてもらっています。綺麗な女性というお話、聞いてください。これはですね、今から30年ほど前の話なんです。ある日、仕事が終わって自宅に帰宅をし、お勝手口の方から家に入ろうとすると、髪の毛をハーフアップに縛って、少しフリフリしているような白いワンピースを着た25歳ぐらいの女性が、生後3ヶ月から半年ぐらいでしょうか。そういった赤ちゃんを抱っこして通り過ぎていったんです。時間は深夜1時頃です。赤ちゃんがね、夜泣きをするとあやしたりとか寝かしつけたりするために外に出るなんて話を聞いたことがあったので、その女性も赤ちゃんを寝かしつけていたのかななんていうふうに思っていました。とにかく綺麗な女性で、自分が男性だったら口説いてるかもしれないな。そんなことを思うぐらい本当に綺麗で清楚な感じの女性でした。それから1年ほど経ったある日、仕事が終わって帰宅をしました。ラジオを聞きたくなったんですが、イヤホンがなく、家の中だと母がうるさいということで、奥の部屋でラジオを聞くことにしたんです。1時間ほどでしょうか、ラジオを聞いていると、ふと外が気になって、その外の方を見たんです。すると、深夜2時ぐらい、深い時間にもかかわらず、車5、6台に囲まれてライトを当てられているかのように、明るい、眩しいという、そんな感覚になったんです。何と思って、よーく見ると、駐輪スペースが外にあるんですが、そこに1年ほど前に深夜見かけた女性が赤ちゃんを抱っこしてしゃがみ込んでこちらを見てるんです。今の何？頭の中が一瞬パニックになりました。この時初めて、綺麗な人と赤ちゃんはこの世の人ではないんだ。そのように思いました。結局気にはなったんですが、怖くてその後は外を見ることもなく、明るくなるまで寝れず、その部屋で朝まで過ごしていたんです。その後、先日さ、こんなことがあったんだよね。そんなことを母や友人たちに話しました。ここからは後日談になります。私は実は21の時に妊娠をしました。そして妊娠と同時に相手の男性とは連絡が取れなくなってしまいました。私も若かったので、残念ながら中絶をすることになりました。その連絡を母にした時のことでした。その母の趣味というのは、花などの植物を育てること、そしてそれらの写真を撮ることでした。そしてその植物や出かけた先で撮影した風景の写真を見ながら、そこに心霊写真が写ってないかな、そんなものを見つけるということが趣味だったんです。ちょっと変わった趣味ですけどもね。はい。その時、母から言われました。前に白いワンピースを着た綺麗な女の人を見たって言ってたよね。その女性、
植木の写真に写ってたよ。そして、ほらこれなんだけど、母が見せてくれた写真の左上に、本当に私が見たあの綺麗な女性の左半身だけが写っていたんです。その女性の霊と私の中絶に関連性があるのかはわかりませんが、それからはその女性の姿を見ることはなくなりましたという。すごいね、ご自身の辛い体験もね、一緒に合わせて書いてくださったんですけども、何なんでしょうね、深夜、赤ちゃんを抱いていたね、女性。で、1年後、またね、すごい光を感じてみると、その女性が外にしゃがみ込んでいた。1年というね、長い時を経て、また同じ女性が現れるんですよね。でその時にぐっと顔を見上げて、しゃがみ込んでいたんですが、自分の方を見てきたっていうのも意味深ですよね。で、お母様が撮った写真に、その女性が写ってるという。で、やっぱりそこに、幽霊なのかわかりませんが、その女性はいたんだなということが写真でもわかるわけですよね。すごいお話ですね。自分が見た不思議な存在がその後写真で写るっていうね。しかもそれが全く同じっていう。赤ちゃんを抱いていたというのがね、もしかしたら何か自分自身のとかね、いろいろ考えてしまう話ではありましたけども。はい、ありがとうございます。続きまして、母の金縛りという話ですね。今から30年ぐらい前です。当時飲み屋で働いていたんですが、その日はお店もすごく暇、アフターもなく、飲みに行く気分でもなかったんで、珍しくすぐに帰宅をしたんです。自宅は昔ながらの和室が2つあるアパート。いつも朝方まで起きていたので、夜更かしは当然なんですが、その日に限っては深夜2時ぐらいには寝てしまっていました。すると、ゴニョゴニョ、ゴニョゴニョと人が話す声がするんです。それで起きてしまいました。時計を見ると深夜3時。なんだろうな、思っていると、襖が開いている状態で、その開いている隣の部屋で寝ていた母なんですが、その母がゴニョゴニョ、ゴニョゴニョ、何か言ってるんです。寝てるんで、寝言かななんて思っていると、だんだんとその声が大きくなってくるんです。しばらく聞いていると、これ、隣近所にも聞こえるんじゃないって思うほどのボリューム。最初はもごもご言っていたので、聞き取れなかったんですが、声が大きくなるにつれて、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、早口でお経を唱え続けていたんです。こんな夜中に大声でお経、気持ち悪いわ思ったのと、あまりにも声が大きくなってきたので、これ、近所迷惑になってしまうかもしれない。そう思い、布団の中に入ったまま、隣の部屋、母に向かって、おい注意をしたんです。それでも母の声は大きくなる一方、布団から出て、その隣まで行くのもめんどくさい。だからといって、私まで大きな声を出すわけにはいかないので、とっさに、畳を2回バンバンと叩いたんです。すると、母が大きく息を吐き出したのが聞こえ、その後母は寝てしまいました。何だったの？朝になりました。母は何事もなかったように台所にいたんで、ねえ、ちょっと昨日の晩、お経唱えてなかった？聞くと母は言うんです。なんで知ってるの？びっくりしています。話を聞くと、金縛りになってしまい、体が動かなくなった。母が寝ている布団の周りをですね、白い着物を着た女性がぐるぐると回っていたんだという。そういうことをね、話してくれたんです。さらにこれ、お経を唱えていると、ぐるぐる回る速さが増す。さらに早口でお経を唱えると、ぐるぐる回る速さが増す。どんどんこれ加速していったそうなんです。そして私が畳をパンパン2回叩いたことは知っていて、その音が聞こえたと同時に着物を着た女性が消えたそうなんです。
金縛りの時、声が出ないとはよく聞きますが、うちの母は普段の会話よりも大きな声が出ていました。本人が金縛りだと思っていただけで夢だったのか、声を出すことができた特例の金縛りだったのか、今でも謎です。でもぐっとこうなってしまってたんですね。口だけが動いた。だからね、必死にこうお経を唱えていた。ただお経を唱えたら、どんどんこうね、速さが増すっていうのが怖いですよね。よく怪談話で、中途半端にね、そういうのわからない人がお経を唱えてしまうと、逆に霊を怒らせてしまって逆効果だって怪談あるじゃないですか。もう帰ってください。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。言った瞬間に、そんなことをしても無駄だよとかね。そんな話を思い出してしまうような、お経を唱えたことでなんか霊がパワーアップ、なんか怒らしてしまったみたいな感じだったんですかね。ただね、これがなくなったというのが、娘さん、こちらね、ママッチさんが、パンパンと叩いたってことですよね。これよくね、最近聞くので言うと、その良くないものに取り込まれてしまっている状態の時に、部外者、そこの空間にいなかった外の人が中に干渉すると、一気にそちらの方に戻ってこれるっていうね、話を聞くんですよね。ちょっとこうね、警備員さんがいて、ちょっとこう取り憑かれてしまった、そんなようなね、状態になった子たちがいた時に、頭を撫でてあげたと。で、体が触れられた瞬間に意識を取り戻して、元の世界に戻ってこれたとかね。そういう話もありますけども、なんかやっぱりこう、外の世界、娘さんがこの方に干渉してきたことで、なんかそのね、良くないもの、良くない世界から戻ってこれたんですかね。はい。なんかすごいお話ですね。お経逆効果かもしれないっていう。さあ、最後ですね、憑依というお話です。私の母は9人兄弟なんですが、一番末っ子だったおばの葬儀でのお話です。おばは若い頃交通事故に遭い、フロントガラスが顔中に刺さって、片目を失明してしまうほどの大怪我をしたそうなんです。出血が多かったため、輸血をしたそうなんですが、その時に使用した輸血製剤で肝炎になっていたようなんです。それは、おば本人も知らなかったんです。ある日、吐血をして倒れた際、救急搬送され検査をしました。診断は肝硬変でした。余命1年、次また吐血をしたら命の保証はないと言われてしまったそうです。手術をしたくてもドナーがいないため、大量の薬を飲みながら仕事と家事をこなしていました。おばが50歳ぐらいだったので、30年近くの時間をかけ、輸血製剤がおばの体を蝕んでいたんです。そしておばが55歳になった時、また倒れ、再び救急搬送され、意識が戻らないまま、およそ1ヶ月後に亡くなってしまいました。葬儀の日、お坊さんがお経を唱え終わった後、式場内に音楽と、そして幼い孫が手紙を読みました。ばあば、オレンジのコスモスをつまんできたよ。という言葉とともに、孫がオレンジのコスモスを備えました。すると私は大号泣してしまったんです。しかし、私の頭の中では、って思うんです。手紙が読まれている間ずーっと号泣してしまっている。でも冷静な私の感情は、私なんでこんなに号泣してんの？みんな泣いてないし、失礼だけど、すごく悲しいというシーンとまでは言えない状況なのに、なんで私自身こんな泣いてるの？すごく冷静に考えていたんです。ただ涙が止まらない。私、誰かが亡くなれば涙を流すことはあるんですが、葬儀慣れしてしまって号泣することほとんどないんです。自分でも大号泣するとしたら、自分の子供に先立たれるようなことがあった時だろうな、とも思っているんで、おばの葬儀での大号泣は自分自身やはり違和感でしかなかったんです。近くにいたいとこたちも、なんでこんなに泣いてんだろう。そんな感じで自分を見ていたぐらい、おえつ混じりだったんで、ハンカチで必死に口を押さえて、そして泣いていました。火葬場へ向かうバスの中で、おばちゃんは孫のことがすごく気がかりだったろうな。そう思った瞬間、また涙が止まらなくなったんです。
気づきました。あ、今、私の中におばちゃんがいる。おばには娘と息子の子供がいるんですが、その子たちも霊感があり、火葬場に着いたら、おかんがいた。そのように言っていました。おばが亡くなってから15年くらい経ちますが、今でも可愛い孫たちを見守っているように思います。という。なんでしょうね。やっぱりこう、気持ちが入ってきて。なんかこうよくありますよね。涙が止まらない。悲しくないのに涙が止まらないみたいな。その心霊スポットなんかね、行った時に、自分のこう思ってる感情とは裏腹にこう涙がこぼれてしまうみたいな。なんかそういう時やっぱり何か自分の体とかそういうものがなんか乗っ取られているような状況なのかなって話聞きますけども。この時もしかするとそうだったのかもしれないですね。で、やはりお孫さんのことをとても可愛く思ってらっしゃったんでしょうね、おばさんね。なんか怖いというよりも、なんかこの、なんでしょうね、今回ずっと話を聞いてると、このママッチさん自身がやはり結構霊感が強いような方なので、ママッチさんが選ばれて、そこにね、おばさんがこう入ってこられたのかなっていう、感じがしますね。だから、あれですね、こういう話を聞くと、もちろんお葬式だったりとかするんですけど、明らかにあの方すごく泣いてるなっていう、なんか仲が良かったってこともあると思うんですけど、なんかちょっと考えちゃいますよね。もしかしたら今、その人のところにその方が入ってんじゃないかとか。だからそう思うとなんかその人のところに行って話したくなったりとか、なんかその人にね、その亡くなった個人の方へのね、お礼とか思いとか伝えてみても、もしかしたら伝わるのかなとかね。だからそんなことを考えちゃって、非常に興味深いお話でした。ありがとうございました。